動画をご覧いただきありがとうございます。今回は英語初心者こそチャット GPT を使うべきと題して、私の普段のチャット GPT 活用法をお届けしていきます。このチャンネルでは英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それでは早速参りましょう。まずはじめに、なぜ初心者こそというタイトルをつけたのかというと、理由は2つあります。1つ目は私がチャット GPT との英会話で挫折した経験があること。2つ目は私が英語初心者の頃からチャット GPT を使っていることです。1つ目の理由について YouTube でチャット GPT の活用法を調べると英会話について解説した動画がたくさん出てきます。もちろんほとんどが有益な動画である一方で、英語の勉強を始めたばかりの初心者にとってはチャット GPT との英会話はハードルが高く挫折する原因にもなってしまうなと感じます。そして先ほどもお話しした通り、私自身、チャット GPT との英会話で見事に挫折しました。チャット GPT が話すスピードについていけなかったり、自分が話すスピードが遅すぎて話し終わる前にチャット GPT が話し始めちゃったり、しっかりと失敗を経験しています。その一方で2つ目の理由としても挙げた通り、私は英語初心者の頃からチャット GPT を英語学習に使っています。なんなら仕事でも時々使っているので、チャット GPT がいかに優秀な存在か理解しているつもりです。なので、チャット GPT との英会話で挫折した、使い方がいまいちわからないという理由で、英語学習にチャット GPT を使わないのはもったいないと考えています。そこでこの動画では英語の勉強を始めたばかりの人やチャット GPT をあまり使ったことがない人でもできる活用方法をご紹介していきます。具体的には単語学習、独り言英会話などの例文添削、そして精読の3つの場面での活用法です。ちなみに今回の動画で使用したチャット GPT への指示内容、プロンプトはコメント欄に記載しておくので、必要であればコピペして使っていただければと思います。それでは早速1つ目の単語学習での活用方法についてご紹介します。私は単語帳での勉強を進める中で、この単語なかなか覚えられないなとか、例文の場面をちょっとイメージしにくいかもと思った時などに、このようなプロンプトでチャット GPT に依頼しています。ここで簡単にチャット GPT を使うことについて解説すると、前提条件やお願いしたいことを明確に伝えることです。例えばこのプロンプトでは、現在英単語の勉強をしていますが前提条件となります。また、お願いしたいことを明確にするのも大切で、語源、派生語、類義語を知りたいことや、品詞を書いてほしいということ、さらには例文を3つ教えてほしいということがこれに当たります。ただ単にこの単語の意味を教えてとお願いするより、自分が知りたい情報が手に入りやすくなります。ここで先ほどのプロンプトを使って保守的な、控えめなという意味のコンサバティブという単語について調べた時の画像を共有します。日本ではファッション用語のコンサバの元になった単語なので、ついでに英語でもコンサバティブファッションという言葉はあるのでしょうかという質問も投げかけてみました。するとかなり詳細に解説してくれました。まず個人的に一番感動したのは、提示された3つの例文がそれぞれ異なる場面を想定している点です。私が使っている JIO 3.0 では政治的な文脈でコンサバティブが使われていましたが、チャット GPT からのフィードバックによると、コンサバティブは服装や数値の見積もりでも使えることがわかるので、単語を使えるシーンを幅広くイメージできます。これめちゃくちゃ便利だと思いませんか？例文以外にも提示された類義語や派生語の中に馴染みがある単語があれば、それと関連づけて覚えることもできますし、語源を知っておくことで単語の持つイメージを把握できて、派生語を覚える際に意味を連想しやすくなります。余裕がある人は類義語それぞれに3つずつ例文を追加でお願いすれば、もはや単語帳がいらないのではと思うほどの学習量になります。ちなみにコンサバティブファッションは露出が少なく落ち着いた色、デザインの服装を意味し、上品、OL 風、清楚を意味する日本のコンサバ系ファッションとは少し意味の違いがあるようでした。単語の勉強では意味や例文を調べるだけでなく、言い換えの練習をするのもおすすめです。例えば終止符を打つという意味の running to を bring to an endに言い換えられないかなと思いつき調べたところ、言い換えはできる、文法的にも OK、ニュアンスの違いはこんな感じだよといった形でチャット GPT 先生が解説してくれました。言い換えの練習は単語を覚えるのにも有効なので、単語帳を周回しているときにぜひ試してくださいね。ちなみに私はチャット GPT に教えてもらった例文は単語帳に書き込んでいます。そうすれば単語帳を読み返すたびに思い出せるので、会話の引き出しも増えていく実感があります。私は最近 JIO 3.0 で単語学習を進めていますが、お手持ちの単語帳であれば何でも OK だと思いますので、ぜひ試してみてください。続いては例文添削での活用法をご紹介します。個人的にはこの例文添削が初心者の方に一番おすすめの使い方です。私は普段文法学習や独り言英会話の時に例文添削を利用しているのですが、この言い回しで合ってるのかなと疑問に思った時にチャット GPT に聞いています。例文添削用のプロンプトはこんな感じです。
文法学習中に作成した例文を添削してほしいときは、独り言英会話の練習をしておりの部分を英語の to 不定詞もしくはその他の単元の名前について学習していますに変更して作成した英文を添削してもらうとスムーズです。ちなみに私が最近添削してもらった文章はこんな感じ。チャンネル登録者数100人を達成した時のものなんですが、カジュアルな言い回しの例、なんかめっちゃネイティブっぽくないですか？そして皆様、いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。例文添削のいいところとしては、自分で考えた言葉が出発点となっていることです。単語帳や参考書の例文を覚えるのとは違い、自分がこれを言いたいと思った内容を添削してもらっているので、オンライン英会話にも反映しやすいです。また、フィードバックされた文章をメモアプリなどに保存して、時間がある時に音読をすれば、オンライン英会話の時に自然と口から出てくるのでおすすめです。さらに、ここまで紹介した例文添削と単語学習を組み合わせると、より効果的です。例えば、チャット GPT で調べた単語を独り言英会話や英語日記で使い、その文章をチャット GPT に添削してもらえば、インプット、アウトプット、修正のサイクルをどんどん回せるので、英語初心者の人でも間違いなく英語力が身についていきます。最初は短い文章だけでも OK なので、少しずつ試してみてください。3つ目の活用法に入る前に、以前の動画で電動昇降デスクについての質問をいくつかいただいたので、ここで簡単に紹介します。私が使っているのはフレキシスポットというメーカーの EF1 というデスクです。高さを変えられるのはもちろん、好みの高さを4つまで記憶させられる点がかなり気に入っています。気になる方は概要欄のリンクからぜひ。話を本題に戻しまして、チャット GPT の活用法3つ目の精読についてお伝えしていきます。精読は完全な初心者向けというより、少し勉強が進んできた初心者から中級者向けといったイメージでしょうか。精読は文章を主語、動詞、目的語などに分けて丁寧に読み進めていく勉強法ですが、精読を繰り返すことで結果的に読むスピードが上がっていくので、TOEIC のリーディングパートなどの試験対策に役立ちます。チャット GPT で精読するときにはこちらのプロンプトを使っています。文構造の解釈に対してもとても正確なフィードバックをしてくれるので、リーディング力を高めたい人は絶対に試すべき勉強法です。私は最近レルセンを精読用の教材として使っているんですが、手元に精読用の文章や教材がない人は、このようなプロンプトでチャット GPT に文章を作ってもらうのもありです。ほんの数秒で例文を提示してくれるので、ぜひ試してみてくださいね。最後にチャット GPT を使う時のちょっとしたポイントなのですが、メモアプリにプロンプトを保存しておき、調べたい時に単語や例文を記入してコピペして使うとスムーズです。というのも、チャット GPT には GPT-4o と GPT-3.5 の2つのバージョンがあるのですが、無料版の場合、最新バージョンの GPT-4o を使える回数に限りがあり、制限が解除されるまで 3.5 を使うことになるという条件になっています。そして開業はシフトを押しながらエンターでできるのですが、私は癖でついエンターだけを押してしまいがちで、回数を無駄に消費してしまったということが多々ありました。しばらく無料版で試したい人にとっては、間違ってエンターを押して回数を消費してしまわないようコピペして使うのがおすすめです。また GPT-3.5 だと回答の精度に若干ばらつきがあります。まずは無料版で 4o と 3.5 を使ってみて、自分の使用頻度を把握し、無料版の回数で事足りるのか、有料版にして 4o を無制限で使うのかを見極めてみてくださいね。こんな感じで私は普段の英語学習にチャット GPT を活用しています。今回の動画が少しでも役に立ったという方は、ぜひグッドボタンをお願いします。また動画の感想もお待ちしているので、ぜひコメント欄で聞かせてください。今後も英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。See ya!